山田寛一さん、被爆当時12歳。爆心地からおよそ 1.5 キロの自宅近くの祖父母の家で被爆しました。さまざまな困難の中、母と弟たちが疎開していた現三原市山間の町船木村までたどり着きました。被爆時、山田さんは光陵中学校の1年生でした。学校では8月6日、現在の鶴見橋付近で建物疎開の作業に当たることになっていました。そこは山田さんの自宅と祖父母の家のそばでもありました。8月6日の前の晩、夜中にね、B29が飛んできたんですよ。で、こういう鈍い音がして高い上空を飛ぶ音が聞こえたんですがね、目が起こされた時は翌朝なんとなく対立というようなことを言ったら、父親が厳しい父親でしたが、それが「おい行くな」っていうような「調子が悪いなら行くな」と言ってくれたもんですから、結果的には助かったということになります。でその日今のように留守番してくれ言われて行って、そして、玄関というか店の今のところ一番のところに座って本を読みよったんですよ。で本を読んでおって8時15分ですかね、ちょうど家の道路の向こう側に電柱がありましてね、あれはトランスインですかね、こんな大きなのと辺りから真っ白い光がバーッとこう来たですから、でもちろんガラスも吹き飛ばして、正面私もこうして座っとったのその辺まで逃げたんかですから、やっぱりこう行ってそこで倒れて家が倒れたんですがね。で倒れておって気が付くとまだ真っ黒でしたよ、道路は。それをバタ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 みんなが足音が逃げる足音がしてくるんですね。床の下はもちろんどうにもなってるんです。こう逃げられたんですよ。でこっち行くと明るくなってったですから。でこれをまた破って逃げたらちょうど私が置いとった自転車のところに出れたんですね。ガラスの破片により負傷した山田さんは行くあてもなく、鶴見橋から肘山へと逃れました。その肘山神社の方に降りていく石段のところまで行きましたよ。で改めて広島市を見た時に、もうその時は広島市のそうですね、新天地、今のように富士見町あたりからずっとこう広島市の爆心地をから巻くようにですね、火の赤と黒との火の屏風といいますかね、こう火が立ってましたね。もうではこれはいけんっていうので引っ返して、じゃあ反対側へ逃げようとしましたよ。肘山を後にした山田さんは行くあてのないまま逃れ、そこで負傷者を運ぶバスに乗せてもらうことができました。ほんのしばらく歩いとったら後ろからバスが来てくれましたね。でそこにはもう避難の人は満員で、全部大きな傷を負った人ばっかりでしたよ。行った先が東洋工業でした。夏の夕方が4時か5時か、いずれにしてもその頃でしょう。放送があって、一番列車に乗って行くとこが、避難されるところがあったらバスが出ますから、向灘駅までバスが出ますから乗ってくださいという放送がありましたよ。それで船木の母親やら船木の疎開先のことを思ったんでしょうね。
私の場合はいわゆる全面やらガラスですからね、全面に小さな最初はガラスが立っとったんですよ。でそれを抜いてもらいしながらこうして生きとるんですが、母親の方がむしろ大変だったんでしょうね。母親から聞いた話では私の傷跡がガラスのあった傷跡から産んできて肺がねたかって膿を持ってその肺を折るのが大変だったと。で膿をこう拭い取るのが大変だったと。で私も一晩か二晩か知らんのですが意識がなかったというようなことを言っておりましたよ。